こんにちは。ゼロから行政書士第37回です。前回は担保物件の抵当権を学びました。今回から債権の分野に入っていきます。テーマは債務不履行と解除です。約束が守られないとどうなるのかを学びます。損害賠償や契約の解除がポイントになります。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、債務不履行の3つの類型です。どんな不履行があるのかを見ていきます。二つ目は、損害賠償の要件と範囲です。4ヤギ16条という大切な条文も学びます。三つ目は、解除と危険負担です。契約をなかったことにする仕組みです。それでは、早速始めましょう。はじめに、債務不履行とは何かを確かめます。債務不履行とは約束が守られないことです。債務者が債務を果たさない状態を言います。例えば、代金を支払わない場合です。品物を期日までに渡さない場合もあります。この時、債権者はいくつかの手段を取れます。履行を強制したり、損害賠償を求めたりします。さらに、契約を解除できる場合もあります。どの手段を取れるかは状況によって変わります。今日はこの流れを順に学んでいきます。ここで債務不履行の3つの類型を見ます。1つ目は履行状態です。履行できるのに期限に遅れる場合です。2つ目は履行不能です。履行ができなくなってしまう場合です。3つ目は不完全履行です。一応は履行したが内容が不完全な場合です。例えば刻んだ品物を渡した時です。この3つの区別をまず押さえましょう。履行状態についてもう少し詳しく見ます。いつから状態になるのかが問題になります。民法4者12条がそのルールを定めています。確定した期限があるときはその到来からです。期限の定めがないときは少し違います。債務者が請求を受けたときから状態になります。不確定な期限のときも注意が必要です。到来後に請求を受けたときか、到来を知ったときです。そのいずれか早いときから状態になります。次に、履行不能を詳しく見ます。履行不能とは、履行ができなくなることです。例えば、売る予定の建物が焼けた場合です。契約の後に不能となるのを後発的不能と言います。一方で、契約の前から不能なこともあります。これを原始的不能と言います。改正後の民法では、この場合も契約は有効です。民法412条の2がその点を定めています。ただし、不能な履行を請求することはできません。ここから損害賠償を学びます。債務不履行があると損害賠償を請求できます。民法405条がその根拠です。ただし、いくつかの要件が必要です。まず、不履行によって損害が生じたことです。次に、債務者に帰責事由があることです。帰責事由とは、債務者の責めに返すべき事由です。契約や取引の通念に照らして判断されます。債務者に責任がなければ、賠償は請求できません。なお、賠償は原則として金銭で行います。続いて、損害賠償の範囲を学びます。どこまで賠償するのかは重要な問題です。民法416条がその範囲を定めています。まず、通常性ずべき損害があります。これは当然に賠償の対象になります。次に、特別の事情による損害があります。こちらは予見すべきであったときに賠償します。予見の基準となるのは債務者です。通常か特別かの区別を押さえておきましょう。ここから契約の解除を学びます。解除とは契約を解消することです。
契約を初めからなかったことにします。債務不履行があったとき、解除ができます。解除には2つのタイプがあります。1つは催告してから行う催告解除です。もう1つは催告なしで行う無催告解除です。それぞれの違いを次で確かめます。2つの解除を比べてみます。催告解除は民法541条が定めています。相当の期間を定めて履行を催告します。それでも履行がなければ解除できます。ただし、不履行が軽微な時は解除できません。無催告解除は民法542条が定めています。全部の履行が不能な場合などがこれにあたります。明確に履行を拒んだ場合も催告は不要です。目的を達せられないときはすぐに解除できます。解除について大切なポイントがあります。改正後の民法では要件が変わりました。解除に債務者の起責事由は必要ありません。解除は債権者を契約の拘束から解く制度だからです。ただし、例外があります。不履行が債権者の責めによるときは解除できません。民法543条がこの点を定めています。解除の効果は現状回復です。お互いに受け取ったものを返し合います。ただし、解除前の第三者の権利は愛せません。最後に、危険負担を学びます。双方に責任なく、履行が不能になることがあります。例えば、地震で建物が壊れた場合です。この時、代金はどうなるのかが問題です。民法536条がこの場面を定めています。債権者は反対給付の履行を拒めます。つまり、代金の支払いを拒むことができます。契約を解除して関係を清算することもできます。ただし、履行不能が債権者の責めによるときは別です。この場合は、代金の支払いを拒めません。ここで今日のクイズです。債務不履行と解除についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は賠償が無限に及ぶという内容です。B は解除に債務者の起責事由がいるという内容です。C は双方に責めがなければ支払いを拒めるという内容です。少し考えてみてください。正解は C です。賠償の範囲は416条で通常損害などに限られましたね。解除には債務者の起責事由は必要ありませんでしたね。今日のまとめです。債務不履行には3つの類型がありました。履行状態、履行不能、不完全、履行の3つでした。損害賠償には債務者の起責事由が必要でした。その範囲は416条が定めていましたね。通常損害と特別損害の区別が大切でした。解除には債務者の起責事由は不要でした。危険負担では代金の支払いを拒めましたね。ここまで債務不履行と解除を学びました。債権の基本の仕組みを抑えられました。次回は商法と会社法の分野に進みます。テーマは会社の設立と株式の基本です。株式会社がどう作られるのかを学びます。発起設立や株式の仕組みがポイントになります。今日の債務不履行もしっかり復習しておきましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。